こんにちは。皆さんは仕事の日とお休みの日はどう過ごしていますか？住んでいる国や地域で一日の過ごし方も異なるかもしれません。今日は日本の独身の会社員がどのような一日を過ごしているのかを平日と休日に分けて紹介します。よく聞く会社員の一日と、私の友人たちにも聞いた話を合わせてまとめてみました。最後まで楽しんで聞いてくださいね。まずは、会社員の平日、仕事がある日の一日を見ていきましょう。朝、早起きして仕事の準備。日本の会社員は朝が早いです。平日は多くの人が朝7時頃に起きて仕事に行く準備をします。朝食はご飯、味噌汁、焼き魚などの和食やパンとコーヒーで簡単に済ませる人もいます。忙しい日は朝ごはんを食べず通勤途中にコンビニでおにぎりやサンドイッチを買う人もいます。リモートワークの日にはギリギリまで寝て、起床後すぐに仕事を始める人もいるそうです。通勤、満員電車の風景。日本では多くの会社員が電車やバスなど交通機関で通勤します。特に都心の朝の通勤ラッシュは非常に混雑していて、駅員に押されて電車に乗ることもあります。私も満員電車は経験がありますが、電車の小さな揺れに合わせて足を踏ん張るのが立っているコツです。通勤中はスマホを見たり、音楽を聴いたり、本を読んでいる人が多いです。中には電車内で仕事のメールをチェックしたり、タブレットで仕事をする人もいます。車や自転車、徒歩で通勤する人もいますが、都心部では電車通勤が主流です。出社、朝の挨拶と準備。会社に到着すると、まず社員証で出勤を記録し、上司や同僚に挨拶をします。日本の職場では挨拶は大切です。おはようございますという挨拶は仕事の始まりを感じさせる大切な文化です。デスクに着いたらパソコンを開いてメールやスケジュールを確認します。一部の会社では全員が集まる朝礼があり、連絡事項を共有します。稀ですが、朝礼の時間にみんなで体操をする会社もあります。午前中、集中して仕事。午前中は重要なタスクや資料作り、会議の準備を行います。営業職の人は外回りでお客様と商談をすることが多いです。会議では議題に沿って話し合いが行われ、参加者はメモを取りながら進めます。昼休み、リフレッシュタイム。お昼休みはだいたい12時前後から1時間です。時間が決まっている会社もあれば、仕事に合わせて自分で決める会社もあります。会社の近くでランチを楽しむ人や、お弁当を持参してオフィスや休憩室で食べる人もいます。会社によっては社員食堂があり、定食や軽食を
安く食べられるところもあります。人気のランチメニューは、カレーライス、ラーメン、定食などです。また、コンビニのお弁当もバリエーション豊富で人気です。また、時間がない人は、立ち食いそば屋などでお昼ご飯を短時間で済ませることもあります。昼休み中は、スマホで SNS やニュースをチェックしたり、同僚とおしゃべりをしてリフレッシュします。午後、仕事の追い込み。午後は会議やお客様との打ち合わせが増える時間です。営業職の人は外回りで忙しくなり、デスクワークの人は資料作成やデータ分析などに集中します。細かい作業が多いため、神経を使うこともあります。残業と退勤。日本では残業をする人が多いイメージがありますが、最近では残業があまりない会社も増えています。ですが、締め切り間近の仕事やトラブル対応で遅くまで残業することもあります。退勤時は、お疲れ様でしたと挨拶をして帰ります。先に帰る場合は、お先に失礼しますと声をかけるのが一般的です。会社の外で会議や営業がある場合は、退社時間になったら会社に戻らず、そのまま帰ることもあります。ただ、その日の仕事が残っていると、もう一度会社に戻り、上司に報告したり、仕事に集中する場合もあります。帰宅、リラックスの時間。夜の電車は朝ほど混雑していない電車が多いです。ただ、終電間近は混んでいる場合もあります。家に帰るとリラックスできる時間です。夕食を家で準備する人や、外で食べて帰る人もいます。一人でも気軽に入れる定食屋やラーメン店、軽食が食べれるチェーン店も人気です。また、カフェで食事をしながらくつろぐ人もいます。会社の同僚と居酒屋で飲みに行く人もおり、それぞれ楽しい時間を過ごします。また、友人や恋人と外食、ジムや習い事に行く人もいます。家ではテレビを見たり、趣味を楽しんだり、ゆっくり過ごします。お風呂の湯船に浸かるのも日本ならではのリラックス方法です。昔は家に帰るとテレビを見る人が多かったですが、最近では様々な配信のプラットフォームを利用する人が増えています。就寝、次の日に備える。快適な睡眠のため、枕やマットレスにこだわる人も多いです。十分な睡眠をとることが次の日の仕事のパフォーマンスにつながります。最近では疲れが取れやすいパジャマも人気です。私も枕にはこだわっています。寝具売り場の店員さんに自分の頭の形や寝る時の姿勢を見てもらい、ぴったり合う枕を選びました。日本の会社員の一日は忙しくても充実した時間を過ごします。挨拶や礼儀、時間を守る文化が根付いており、真面目に仕事を進めることが特徴です。次に、日本の独身の人が休日をどのように過ごしているのか、一例をご紹介してゆきます。
平日は忙しい日々を送る社会人たちが、休日をどのように楽しむのか、一緒に見ていきましょう。ゆっくり始まる朝。平日は早起きが必要ですが、休日は少し遅く起きる人も多いようです。朝はリラックスしながら過ごし、スマホを見たり、音楽を聴いたりして目を覚まします。私はつい二度寝してしまうことがあります。布団の中でゴロゴロするのはとても気持ちがいいです。朝食は家でゆっくり作って食べる人や、外で美味しいご飯を楽しむ人もいます。例えば、名古屋ではたくさんのパンや甘いものがセットになった特別なモーニングという朝食があります。朝食の後は溜まっていた洗濯や掃除をして家をきれいにします。午前中、運動や趣味でリフレッシュ。普段は忙しくてできないことに時間を使います。ジョギングやヨガ、散歩をしたり、ジムに行くなど健康的に過ごす人もいます。また、マッサージや美容院に行って体や外見を整える人もいます。サウナに行く人も多く、ハマっている人は自分のお気に入りの入り方を楽しんでいます。サウナに入ると、整うと言われ、リフレッシュできるそうです。一方で、趣味を楽しむ人もいます。読書や映画、ゲーム、料理、楽器、スポーツなど好きなことをします。また、平日に見たかったドラマや映画などを一気見する人もいます。お昼ご飯、外食でリフレッシュ。ランチは家で簡単に作る場合もあれば、外で友人や恋人と一緒に食べるときもあります。特に最近は SNS や検索で見つけたおしゃれなカフェやレストラン、美味しいと評判のお店に行く人が増えています。人気店では長い列ができて何十分も待つこともあります。私も友達を誘って事前にチェックしておいたお店に行くことがあります。美味しい料理を食べるとそれだけで幸せを感じます。お昼からお酒を楽しむ人もいますが、若い世代ではお酒を飲まない人も増えているようです。ちなみに私はお酒はあまり飲めませんが、飲みの席やその雰囲気はとても好きです。午後、買い物や観光を楽しむ。買い物や外に出かける人も多いです。ショッピングモールやアウトレットで服や雑貨を買ったりします。特にセールの時期には欲しかったものをお得に購入するチャンスを逃しません。観光地を訪れる人もいます。映画館や美術館、テーマパークや神社などを訪れ楽しみます。遊びに行く日は前日からワクワクします。楽しみすぎてつい朝早く目が覚めてしまいます。一息入れたいときはカフェで休憩します。スイーツを楽しみながら友人と話をしたり、本を読んだりして過ごします。この時間は心を落ち着ける大切なひとときです。また、街の雰囲気を眺めるだけでもリラックスできます。また、ライブやイベントに行って
推し活をする人も増えています。私もライブに行くことは好きです。楽しい上にストレス発散にもなります。また、社会人サークルに参加して活動する人や様々なコミュニティに所属して交流を楽しむ人もいます。社会人サークルにはスポーツや語学、楽器演奏、将棋などの日本文化に触れられるものなど様々な種類があります。また、自己投資として資格取得や語学の勉強に励む人もいます。休日の午後は、それぞれが自分の好きなことを楽しんで過ごすことが多いです。夕方、恋人や友人と、または自分時間、家族と一緒に夕食を準備する人や、友人や恋人とレストランで食事を楽しむ人もいます。食事をしながら近況を語り合うのも休日ならではの楽しみです。お酒を飲みながらリラックスして話す時間は平日のストレスを解消する絶好の機会です。一方、一人で静かに過ごすことを好む人もいて、それぞれのスタイルで楽しみます。夜のリラックスタイム。夜は家でのんびり過ごす人が多くいます。好きなドラマや映画を見たり、音楽を聴いたりしてリラックスする時間です。SNS に時間を費やす人もいて、流行りのものをチェックします。また、ゆっくりお風呂に入り、湯船で体を整える人も多くいます。防水のデバイスをお風呂に持って入り、何時間もお風呂場で過ごす人もいます。次の日の準備をする人もいれば、少し夜更かしして自分の時間を楽しむ人もいます。私はのんびり過ごす派です。映画を見たり、漫画を読んだりと、一人で楽しめる趣味も満喫しています。日本の社会人は休日にリフレッシュしたり、自分磨きをしたりして過ごします。忙しい平日を忘れて、家族や友人、恋人と、また自分の時間を大切にしています。ただ、疲れが溜まっていると、夕方まで寝てしまうこともあります。働き盛りの社会人にとって、そんな日があってもしょうがないです。私も疲れた時はお昼頃まで寝てしまう時もあります。なるべく充実した休みを過ごしたいと思っています。いかがでしたか？ここまでご覧くださりありがとうございます。次は友達に話すような話し方をしますね。こんにちは。みんなは仕事の日や休みの日をどんな風に過ごしてるかな？住んでる国や地域によって一日の過ごし方って結構違うかもしれないよね。今日は日本の独身の会社員がどんな風に一日を過ごしているのかっていうのを平日と休日に分けて紹介していくよ。よく聞く会社員の一日の流れと実際に友達に聞いた話も合わせてまとめてみたから最後まで楽しんで聞いてね。まずは会社員の平日、仕事がある日の一日を見ていこう。朝、早起きして仕事の準備。日本の会社員って朝が早いんだよね。平日は多くの人が朝7時頃に起きて仕事に行く準備をするよ。朝ごはんはご飯と味噌汁、焼き魚みたいな和食を食べる人もいれば、パンとコーヒーでささっと済ませる人もいるね。
忙しい日は朝ごはんを食べず、通勤途中にコンビニでおにぎりとかサンドイッチを買う人もいるよね。あとは、リモートワークの日なんかは、ギリギリまで寝て、起きたらすぐ仕事を始めるっていう人もいるみたい。通勤、満員電車の風景。日本では多くの会社員が電車やバスを使って通勤してるよね。特に都心の朝の通勤ラッシュはめちゃくちゃ混んでて、駅員さんに押されながら電車に乗ることもあるくらい。私も混んでいる電車に乗る地域に住んでいた時は、背中をぎゅーって押されて電車の中に入れてもらったな。また、立ってる時は電車の揺れに合わせて踏ん張るのがコツだよ。通勤中はスマホを見たり、音楽を聴いたり、本を読んでいる人が多いかな。中には電車の中で仕事のメールをチェックしたり、タブレットで作業してる人もいるよ。電車じゃなくて車や自転車、歩いて通勤する人もいるけど、都心ではやっぱり電車で通勤する人が多いよね。出社、朝の挨拶と準備。会社に着いたら、まず社員証をピッてして出勤を記録するよね。で、上司や同僚におはようございますって挨拶する。日本の職場では挨拶って結構大事なんだよね。おはようございますって言うと、仕事が始まるぞっていう感じになるし、職場の雰囲気も良くなる気がするよ。デスクに着いたら、パソコンを開いて、メールやスケジュールをチェックね。会社によっては朝礼があって、みんなで連絡事項をシェアしたりするところもあるね。たまに朝礼で体操をする会社もあるらしいよ。午前中、集中して仕事。午前中は大事な仕事を片付ける時間。資料を作ったり、会議の準備をしたりね。営業の人は朝から外を回ってお客さんと商談することが多いよ。会議では議題に沿って話し合いが進んで、みんなメモを取りながら話し合いをしてるって感じかな。昼休み、リフレッシュタイム。お昼休みはだいたい12時前後から1時間くらい。決まった時間に取る会社もあれば、自分のタイミングで取る会社もあるよね。会社の近くでランチを楽しむ人もいれば、お弁当を持ってきて、オフィスや休憩室で食べる人もいるよ。会社によっては、社員食堂があって、安く定食や軽食を食べられるところもあるんだ。ランチの人気メニューは、カレーライス、ラーメン、定食とかが定番かな。コンビニのお弁当も種類が多くて美味しいよ。あと、時間がないときは、立ち食い蕎麦屋とかでパパッとお昼を済ませることもあるよ。昼休みはスマホで SNS やニュースをチェックしたり、同僚とおしゃべりしたりしてリフレッシュする人が多いんだ。午後、仕事の追い込み。午後は会議や打ち合わせが増える時間帯。営業の人はさらに忙しくなって、デスクワークの人は資料作りやデータ分析に集中することが多いかな。細かい作業が続くと結構疲れるよね。残業と退勤。日本って残業が多いってイメージがあるけど、最近は残業が少ない会社も少しは増えてきてるみたい。でも、締め切りが近い仕事とか、トラブル対応があると、どうしても遅くまで残業することもあるんだ。
退勤するときは、お疲れ様でしたで挨拶して帰るのが一般的。先に帰るときは、お先に失礼しますって言うのがマナーだね。外で会議や営業があった日は、会社に戻らず、そのまま帰ることもあって、これを直帰って言うよ。ただ、その日の仕事が残っていると、また会社に戻らなくちゃいけないの。上司に報告したり、残りの仕事をしなくちゃいけないんだ。帰宅、リラックスの時間。夜の電車は朝ほど混んでいないことが多いけど、終電近くなるとまた混んでくるんだよね。家に帰ったらやっとリラックスタイム。夕食を作る人もいれば、外で食べてから帰る人もいるよね。一人でも気軽に入れる定食屋やラーメン屋、軽食チェーン店も人気。カフェでご飯を食べながらのんびりする人もいるよ。会社の同僚と居酒屋に行って仕事中はあまりしないプライベートな話とかをして仲良くなるよ。友達や恋人と外食したり、ジムや習い事に行く人もいるね。ストイックだなって思うよ。家ではテレビを見たり、趣味を楽しんだりしてゆっくり過ごす。お風呂の湯船にゆっくり浸かるのも日本ならではのリラックス方法だね。昔は家に帰ったらテレビを見る人が多かったけど、最近はいろんな配信サービスを使う人が増えてきたよね。私も最近はテレビを見なくなったな。ドラマや映画、アニメやよく見てるけどね。就寝、次の日に備える。寝るときは枕やマットレスにこだわる人も多いよね。しっかり寝ておかないと次の日の仕事のパフォーマンスに響くからね。最近は疲れが取れやすいパジャマとかもあって人気らしいよ。私も枕にはこだわってて、寝具売り場の店員さんに頭の形とか寝るときの姿勢を見てもらってぴったり合う枕を選んだんだ。日本の会社員の一日は忙しいけど充実してるよ。挨拶や礼儀、時間を守る文化がしっかり根付いてて、真面目に仕事を取り組む人が多いなって思うよ。次は日本の独身の会社員が休みの日にどう過ごしているのか、その一例を紹介していくね。平日は仕事で忙しいけど、休みの日はやっぱりリフレッシュしたいよね。話していくね。ゆっくり始まる朝。平日は朝早く起きなきゃいけないけど、休日はちょっとゆっくりできるよ。だから目覚ましをセットせずに自然に目が覚めるまで寝るって人も多いんじゃないかな。起きた後もすぐに動くんじゃなくって、ベッドや布団の中でゴロゴロしながらスマホを見たり音楽を聴いたりすることも、私も二度寝しちゃうことがあるんだけど、これがまた気持ちいいんだよね。朝ごはんは家でゆっくり作って食べる人もいれば、外に食べに行く人もいるよね。名古屋にはモーニングっていうサービスがあって、コーヒーを頼むだけでパンやゆで卵、ヨーグルトなんかがついてくるんだよ。あとは、溜まった洗濯や掃除をして部屋をきれいにする人もいるよね。部屋が片付くと気分もすっきりするから不思議。午前中、運動や趣味でリフレッシュ。平日は仕事が忙しくてなかなかできないことも休日ならゆっくり楽しめるよね。運動が好きな人はジョギングしたり、ヨガやジムに行ったりするみたい。最近はサウナにハマってる人も多くて、整うっていう感覚を楽しんでる人もいるんだって。あとは
美容院に行ったり、マッサージを受けてリフレッシュする人もいるね。私も美容院に行ってさっぱりするのが好き。誰かにシャンプーしてもらうのって気持ちがいいよね。一方で、家で趣味を楽しむ人も多いよね。読書したり、映画を見たり、ゲームをしたり、料理や楽器を楽しんだり、平日に見たかったドラマを一気見する人もいるし、SNS で話題になってる映画をチェックするのもありだね。お昼ご飯、外食でリフレッシュ。お昼ご飯は家で簡単に作る人もいれば、外に食べに行く人もいるね。最近は SNS とかで話題になってるカフェやレストランをチェックして、気になってたお店に行く人も増えてるんだって。人気のお店だと何十分も並ぶこともあるけど、それだけ期待が高まるよね。私もたまに友達を誘って前から気になってたお店に行くことがあるよ。美味しいものを食べると、それだけで幸せな気分になれるんだよね。あと、お昼からお酒を飲む人もいるみたいだけど、最近の若い人たちはあんまりお酒を飲まない人も多いんだって。ちなみに私は、お酒はあんまり強くないけど、飲み会の雰囲気は好きなんだ。午後、買い物や観光を楽しむ。午後は買い物に行ったり、どこかに出かけたりする人が多いよね。ショッピングモールやアウトレットに行って服や雑貨を買うのも楽しいよ。セールの時期だとついつい買いすぎちゃうこともあるんだよね。観光地に行く人もいて、映画館や美術館、テーマパークに行くこともあるみたい。出かけるときは前日からワクワクしすぎて、朝早く目が覚めちゃうこともあるよね。歩き疲れたらカフェで休憩するのもいいよね。美味しいスイーツを食べながら友達と話したり、本を読んだりしてる時間ってすごくリラックスできる。この時間って気持ちを落ち着ける大事なひとときなんだ。あと、街の雰囲気を眺めてるだけでも結構リラックスできるよ。あと、最近は推し活をする人も増えてるね。ライブやイベントに行って好きなアーティストを応援したり、グッズを買ったり、私もライブに行くのが好き。すごくストレス発散になるんだよね。社会人サークルに参加して、スポーツや語学の勉強をする人もいるし、資格の勉強をして自己投資する人もいるみたい。社会人サークルっていろいろあって、スポーツとか語学、楽器演奏、それに将棋みたいな日本文化に触れられるものもあるんだよ。あと、自分の成長のために資格の勉強をしたり、語学の勉強を頑張る人もいるよ。偉いよね。休日の午後は、それぞれが自分の好きなことを思いっきり楽しんでるって感じだね。夕方、恋人や友人と、または自分時間。夕方になると、友達や恋人とご飯を食べに行く人も、レストランで美味しい料理を食べながら近況を話すのも楽しい時間だね。お酒を飲みながらリラックスして話すのも平日のストレス発散になるしね。逆に一人で静かに過ごすのが好きな人もいるね。家でゆっくりご飯を作って好きな映画を見たり本を読んだり、それぞれのスタイルでのんびり過ごしてるって感じかな。夜のリラックスタイム。夜は家でゆっくり過ごす人が多いよね。好きなドラマや映画を見たり、音楽を聴いたりしてリラックスする時間。SNS を見て流行ってるものを
チェックする人も多いかも。あと、お風呂でゆっくりするのが好きな人もいるよね。防水のスマホやタブレットを持ち込んで、何時間もお風呂に入っている人もいるみたい。次の日の準備をして、早めに寝る人もいれば、休みの日だからこそ、ちょっと夜更かしして、自分の時間を楽しむ人もいるね。私は、どっちかっていうと、のんびり派かな。映画を見たり、漫画を読んだりして、一人の時間を楽しむことが多いかも。日本の社会人って、休日はリフレッシュしたり、自分磨きをしながら過ごしてるんだよね。忙しい平日を忘れて、友達や恋人と楽しく過ごしたり、一人の時間を大切にしたり。でも、疲れが溜まってると、夕方まで寝ちゃうこともあるよね。私もたまに昼過ぎまで寝ちゃうことがあるけど、それもありかなって思ってる。せっかくの休日、できるだけ充実させたいけどね。いかがでしたか？みんなの一日とはどれくらい違った？職種の違いや人によっては全然違う過ごし方もあるかと思うけど、よくある一例として紹介したよ。みんなも日本に来る機会があったら、自分なりに楽しい一日を過ごしてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、日本の文化や習慣、日本人の考え方などをわかりやすくお伝えする動画をお届けしています。いいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。